舞い降りた最強の剣、ストライクフリーダム錦、マイティストライクフリーダム。ZGMFA262B ストライクフリーダム錦、および ZGMFA262PDP マイティストライクフリーダムは、劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムにおける後半の主役機です。ストライクフリーダムの回収機で、キラヤマトの登場機になります。しかし、作中では、ストライクフリーダム錦には、やはり最強なアスランザラも登場する場面も見られ、ファウンデーション王国の最新兵器である、ブラックナイトスコード芝やカルラと激戦を繰り広げました。今回は、そんなストライクフリーダム錦と、マイティストライクフリーダムについて解説させていただきます。今度は負けない。僕は一人じゃないから。まず、原型機である、ストライクフリーダムは、前作のシードデスティニーで勃発した、第二次連合プラント大戦終盤に登場し、メサイア攻防戦までほぼ被弾せずに戦い抜いたコズミックイラ73年当時最強の機体でした。そのため、メサイア攻防戦終戦後も引き続き運用されていたようです。しかし、劇場版の半年前に発生したフリーダム強奪事件において、本機はテロリストに奪取され、最終的にブラックナイトスコードによって鎮圧された際に損傷してしまいます。その後、キラは新造されたライジングフリーダムに乗り換えたため、ストライクフリーダムは修繕されずに役目を終えたかのように思われました。しかし、密かにオーブの国営企業モルゲンレーテ社のエリカ・シモンズによって回収され、暁島でデスティニーやインパルスとともに性能評価実験機として使用されていました。こうして回収された姿がストライクフリーダム錦となります。なお、フリーダム強奪事件は映画内でかなりからフリーダム強奪事件ではオーブはファウンデーションに借りがあるということが語られており、リューシェンチアンが登場するブラックナイトスコードルドラスピネルがストライクフリーダムを止めるシーンが一瞬描かれています。また特典小説月光のワルキューレではイザーク・ジュールとともにアグネス・ニーベンラートと当時の彼氏であるレオナード・バルヴェイが新型フリーダムと新型ジャスティスをキラたちの元へ届ける役目を担っていることが言及されています。レオナードはロゴスの攻撃で家族を失っている人物なので、急進派の可能性があり、ファウンデーションに協力する人物であってもおかしくありません。そのため、フリーダム強奪事件のテロリストとしてレオナードが暗躍していた可能性もありそうです。ただし、フリーダム強奪事件の詳細は今のところ描かれていないので、その流れに関しては、現在制作中と思われるフリーダム強奪事件が映像化された時に判明すると考えられます。こうして、回収を受けたストライクフリーダム錦ですが、まず、内部の大きな回収点としては、新型融合炉の搭載と操縦系の更新が行われています。ライジングフリーダムと同じ全天周囲モニターや、エネルギーゲージなどのインターフェースが採用されており、それに伴って、マルチロックオン時にメインコンソールがせり上がってくることはなくなりました。また、劇中では、フェーズシフトダウンを起こすシーンが見られたため、ネットでは、核エンジン搭載機では、なくなったのかという意見も見られますが、この現象について、書籍、グレートメカニック G2024 スプリングによると、エネルギーが枯渇したのではなく、フェーズシフト走行の対衝撃限界を超えそうになっている上に、炉心の温度が上がりすぎてオーバーヒート状態だったので走行がダウンした、ということが明かされました。シードデスティニーでは、デスティニーのエネルギー残量が枯渇している描写が存在し、核動力なのになぜエネルギーダウンしているのかということで議論が起きていましたが、本作ではそういったファンへの回答を示してくれたのではないでしょうか。そんなストライクフリーダムとライジングフリーダムのエネルギーゲージの減り方について、コマ送りで見てみると、ゲージの減り方に違いがあることが分かりました。まず、ストライクフリーダムの最終戦でのエネルギーゲージの減り方を見てみると、中央のメインゲージが減っているのに加え、クーラントやハイキャパシタのゲージも減っています。大量の武装を使用している上に、フェーズシフト走行に被弾しすぎているため、一気にエネルギーを消費しすぎて、炉心の温度が急上昇した結果、冷却用クーラントを大量に使っている状況ということがわかります。また、ハイキャパシタのゲージも減っているのですが、これは中央のメインエネルギーとは別のサブエネルギーでしょうか。武装関係に使用するエネルギーは、中央のゲージで確認し、機体の基本的な稼働などのサブエネルギーが、ハイキャパシタのゲージで管理されているようにも見えます。そして、次に、フェーズシフトダウンする直前のゲージを見てみると、面白いことがわかります。まずクーラントのゲージです。プライマリの方は作画ミスかもしれませんが、
戦闘中は右側に残量が出ていたのが、次のシーンでは左側に残量が出ています。それはさておき、プライマリのゲージは4本から3本に減っています。セカンダリのゲージ本数は3本のまま変わっていません。また、クーラントが減っているので、炉心の冷却が行われているとわかります。ハイキャパシタのゲージに関しては、プライマリのゲージは、最初はクーラントと同じく、右側に残量が表示されていますが、後のシーンでは、同じく、アラート時は、左側に残量が出ています。表示位置が左右逆になっているのはさておき、このゲージ、セカンダリは4本から3本に減っていますが、プライマリは2本から3本に増えています。ゲージが戦闘中に増加しているのです。このことから、メインエネルギーの回復は追いついていないものの、ハイキャパシタへのエネルギー供給はできているので、基本行動は可能と考えられます。そして、次に、中央のオーバーチャージアラートが光り、フェーズシフトダウンした時の描写です。クーラントとハイキャパシタのゲージ本数は変わっていませんが、メインエネルギーのゲージが1本になっています。オーバーチャージといえば、いわゆる過充電のことを指すので、大量の武装を使用し、さらにフェーズシフト走行に被弾しすぎたので、一気にエネルギー回復をしようとして、核エンジンの炉心の温度が上がりすぎており、エネルギー回復も追いついていない状態だとわかります。ちなみに、レクイエムへ向かうデスティニーのゲージを見てみると、中央のメインエネルギーは減っているものの、クーラントとハイキャパシタは減っていませんでした。デスティニーは直前にインパルスへデュートリオンビーム照射を行っていたり多重分身をしたりしているので、メインエネルギーは大きく減ってはいるものの、炉心は十分冷えていて、エネルギー回復中の状態だと思われます。また、ライジングフリーダムのゲージの減り方を比較してみると、また違ったものになっていました。クーラントとハイキャパシタはそこそこ残っていますが、メインエネルギーだけが一気に減っていっています。この時、両腕のビームシールドを展開し、シバーの攻撃を受け続けていました。クーラントが十分に残っている状態、つまり、炉心の冷却がきちんとできている状況なので、もしライジングフリーダムが核動力であれば、エネルギーが随時補充されていくと思われます。しかし、激闘で一気にエネルギーが減っていき、単身砲でフェーズシフトダウンに追い込まれました。これらの描写から考えると、そもそもエネルギーゲージはバッテリー機の場合、単にバッテリー残量を表すゲージであり、核動力の場合はエネルギーを使ってもゲージが少しずつ回復していくという仕組みになっていると思われます。つまり、シードデスティニーの時にデスティニーのエネルギーゲージが減っていたのは、一気にエネルギーを使ったので残量が減っている状態なものの、しばらくすると勝手にゲージが増えて満タンまで溜まっていく状態ということだと考えられそうです。こう解釈すると、ゲージ周りのインターフェースがストライクフリーダム2式と共通のライジングフリーダムは、核動力で炉心の冷却が追いついているにもかかわらず、猛攻で一気にエネルギーが枯渇した。もしくはバッテリー機なのでエネルギーが増えていくことはなく、単に敵の猛攻でエネルギーが減っていったと、どちらとも考えられます。個人的にはライジングフリーダムは連合、プラント、オーブの三国間を象徴する機体なので、情勢的に見て格闘再起にするとは考えにくいことからバッテリー機だと思いますが、皆様はいかが思われますでしょうか。フェイズシフト走行に関しては、もともとは実弾兵器に対して無類の防御力を誇るものでしたが、ストライクフリーダム2式は彼らの大型ドラグーン、ジグラートのミサイルを被弾してハイブウィングを破損するシーンも見られました。実弾耐性のあるバリアブルフェイズシフト走行を展開しているにもかかわらず、実弾兵器で破損したのが謎ですが、いくつか考えられる理由があります。本作ではライジングフリーダムやイモータルジャスティスがミサイル攻撃を受けて破損する描写がありました。またライジングフリーダムはシバーの単身砲で貫かれています。そしてストライクフリーダムもミサイルで破損していました。バリアブルフェイズシフト走行が実弾兵器に強いとは言っても、耐性に限界があって、一度に大量の攻撃を浴びると限界を超えて被弾するということなのかもしれません。またはブラックナイツはビームを弾くことができるフェムテク走行が施されていました。この技術は電力を必要としないということが明かされているので、物質に電力消費なしで対ビーム属性を持たせることができるのであれば、逆にフェムテク走行の技術を実弾兵器に活かせれば
ビーム攻撃しか通用しないバリアブルフェイズシフト走行を貫ける実弾兵器が出来上がるのではないかと考えられそうです。まだフェイズシフト走行搭載機が実弾兵器で破損した理由は特に公式から出ていないので、こちらもいずれ明かされるのかもしれません。ストライクフリーダム2式は外装に関しても細かな変更が行われています。まず肩アーマーの形状が変更されました。前腕部のビームシールド発生器は少し左右に開いた形状になっています。また手首の装甲が分厚くなりました。下半身に関してはリアアーマーが左右で分割されていた形状ではなく一体型のスカートになっています。そして左右のアーマーはビームサーベルラックが側面ではなくアーマー上部に移行しました。ストライクフリーダムはビームライフルを左右に取り付けた際、サイドアーマーとレールガンは後ろに移動するようになっていましたが、2式ではサイドアーマーにそのままビームライフルが取り付けられます。ストライクフリーダムはビームライフルのマウント時にレールガンを使用することができませんでしたが、2式ではいつでもレールガンを使用できるようになりました。他にはふくらはぎのスラスターが展開式ではなく元から開いた状態の形状になっています。武装に関しては一見すると以前からあまり変わっていないように見えますが、ほとんどの武装がアップデートされています。まず唯一変わってない武装として高エネルギービームライフルです。劇中ではビームを無効化するフェムテク装甲対策としてビームライフルではなくレールガン装備で出撃する機体が多い中、本機は通常通りビームライフルも使用していました。改修前と同じく2丁を連結しての使用も可能ですが、片方を早々に破壊されてしまったので劇中では使用する様子は見られませんでした。次に腹部の飛ばし取り超高インパルス砲です。以前はアビスと同系統のカリデス副装ビーム砲が装備されていましたが、名称からランチャーストライカーのアグニと同系統のものと思われます。オーブで回収されているので、その技術が生かされていることが推察できます。腰部のクシフィアス3レール砲はフォランスワスタレール砲へと変更されていました。型式番号が MMIM16XE5 とされており、この番号からブラストインパルスの MMIM16XE にデリュージー超高初速レール砲の系列にあたる武装と考えられます。改修前のレール砲はフリーダムのものの発展型でしたが、インパルスやデスティニーと合わせてオーブが改修する際にインパルスのものが優れていると判断して変更されたのかもしれません。劇中ではシバーに向けて打ち出すもシールドで受け止められる場面もありましたが、その後の猛攻に対しレールガンをメサイアの地面に向けて当てて粉塵を巻き上げることで目くらましに使用するといったゲートも見られました。ビームサーベルは MAM02G シュペールラケルタから MAM03D アクータラケルタに変更されました。型式番号の違いからシュペールラケルタの後継モデルと思われます。デザインが若干変更されており、個人的にはニューガンダムのビームサーベルのオマージュが入っている印象を受けます。頭部機関砲は MMIGAU27D 31mm 近接防御機関砲から MMIGAU2A ピクース2 31mm 近接防御機関砲へと変更されています。ストライクフリーダムのものの後継モデルだと思われます。ちなみにフリーダムに採用されていたピクースは口径が 76mm で、ストライクフリーダムのものは 31mm なのでかなり小口径になっています。ただインパルスの胸部 CIWS は 20mm であり、このバルカンでアグネスのギャンのハイブスラスターを破壊していることから、ストライクフリーダムの頭部バルカン砲も十分な火力を持つと思われます。シードデスティニーでは使用している場面が見られませんでしたが、映画内では彼らに対して牽制するのに使用する様子が描かれていました。スーパードラグーンはビームバリアが展開可能になりました。これは暁の誘導機動ビーム砲塔システムの技術が取り入れられたと思われます。暁のバリアの場合、一つのドラグーンに複数の砲門を設けることで立体的なバリアを形成していましたが、本機のドラグーンの砲門は先端に一つ存在するのみで、映画内ではこの一つの砲門から複数の方向にビームが出てバリアを形成しています。ただ攻撃に使用する際は一つのドラグーンにつき1本のビームしか射出していませんでした。このことからビームの砲門数は変わらないものの、射出口の性質が変わっていると思われます。応用すれば
ビクトリーガンダムの扇形サーベルのような使い方もできるのかもしれません。また、これらに加え、ビームに強いフェムテク装甲を持つブラックナイトスコード対策として、姿勢35式回レールガンを2挺、サイドアーマーとリアスカートに装着していました。なお、右手には、ビームライフル、左手にレールガンを持った状態でフルバーストを放つシーンがありますが、この時、レールガンからは、黄色の光が出ているかと思いきや、コマ送りで見てみると、ほんの一瞬だけ、レールガンから緑色の光が出ているシーンも存在します。もしかしたら作画ミスなのかもしれません。このように、ストライクフリーダム2式は、総じて、ザフト製からオーブ製に変更された武装が多く、本機がオーブで改修を受けたということがわかりやすくなっています。しかし、このように近代化改修を受けたストライクフリーダム2式ですら、エリカ・シモンズからは、ブラックナイトスコードと戦うには心もとないと語られていました。そんな2式の性能を底上げするため、最終決戦で戦場に投入されたサポートメカがプラウドディフェンダー。そして、2式にプラウドディフェンダーを装着した形態がマイティストライクフリーダムとなります。本機は圧倒的な性能を誇る機体として登場しました。プラウドディフェンダーは、ラクスが登場して、アルバートが遠隔でドッキング調整を行っていますが、もともとプラウドディフェンダーは無人機を想定したので、コックピットもバイク型の小さなものになっています。しかし、作中、冒頭で発生していたフェルミオン誘導方式やドッキングセンサーにエラーが出るなど、様々な障害を解決できなかったため、マニュアルでドッキングさせる方式へ変更されたと考えられます。シード界では、すでにストライカーパックやシルエットシステムなど、数々のドッキング方式が登場しているにもかかわらず、プラウドディフェンダーのドッキング方式であるフェルミオン誘導方式の調整が難航していました。書籍グレートメカニック G では、ブラックナイツとの戦いでストライクフリーダム2式は炉心がオーバーヒートしてフェーズシフトダウンしましたが、ディフェンダーを装着したことによって冷却が行われたとされています。このことからドッキング時にしか使用できない強力な並走のエネルギーを機体とディフェンダーの間で相互補完するシステムの完成が難しかったと考えられそうです。また、プラウドディフェンダーを装着した際にエネルギーゲージ全てが一瞬で全回復していました。この描写からプラウドディフェンダー自体に動力源が存在すると考えられます。強力すぎる武装から見て、個人的にプラウドディフェンダーには核エンジンが搭載されていると思いますが、こちらも追って設定が公開されそうです。合体した形態であるマイティストライクフリーダム最大の特徴としては、ウィングからナノ粒子を放出します。この粒子は特定の波長の電磁波を吸収し、高電圧の雷を発生させるという性質を持ちます。そのため、放出中は機体前面にビームを吸収して防ぐバリアが展開されているような状態になり、吸収したエネルギーを使用して全方位攻撃を行うことが可能という、まさしくディフェンダーという名を象徴する機能を持ちます。劇中ではラクスがアコードの能力によって瞬時に空間物すべてをマルチロックして電撃を浴びせていました。なお、本機はプラウドディフェンダーを装備する際に背部のウィングをパージする都合上、ドラグーンが使用不可能になります。劇場版パンフレットでは金の翼が取り外せるようになっていることを示すイラストが描かれているため、当初は金色のドラグーンが搭載されていると思われました。また、ガンダムエースや超合金の企画者インタビューではドラグーンを搭載しているという記述もあります。しかし後日、福田監督が TwitterX で発信された内容で、プラウドディフェンダーはドラグーンを必要としないほど強力な武装であり、立体時にドラグーンを外すとシルエットが崩れるといった問題から、プラウドディフェンダーにドラグーンは搭載されていないということが明かされたため、ドラグーンは搭載されていないという解釈が正しいようです。武装としては対艦と仏の御霊が追加されます。ディフェンダーの機種右側に装着された実体剣で、光が干渉しない漆黒の剣とされています。オーブ製とされているものの、開発経緯は今のところ判明していませんが、近いうちにガンダムエースで漫画機動戦士ガンダムシードフリーダムアストレイ展開といった話が出てくるかもしれません。また、額部分に装備された収束重隠しビーム砲ディスラプターが使用可能になります。本兵装は大量のエネルギーを使用するため、ディフェンダーとドッキングしなければ使用できない兵装です。その仕組みについて、
小説版では原子を崩壊させつつ核分裂を抑制することで本兵装に照射された物体は爆発反応を起こさず分解消失させると記載されていました。さらに威力に関しては次元を切り裂くとまで表現されており、ガンダムシリーズの最強兵器の一つとも言われます。さらにチャージに時間がかかるわけでもなく、発射後に機体の運動性が下がるといったデメリットもないため、非常に取り回しのいい武装となっています。劇中ではメサイアの残骸を切り裂きながら裏側に位置するドラグーン、ジグラート3機を瞬時に撃破していました。さらに彼らとの近距離戦でも使用し、一撃で半壊まで追い込んでいました。なお強力すぎる兵器のため、使用にはコンパス総裁であるラクスクラインの承認が必要になりますが、実際の使用時はラクスが同乗していたため、このセーフティーはほぼ役割を果たしていませんでした。本機はライジングフリーダムを失ったキラたちの新たな戦力としてエリカ・シモンズから託されて宇宙へと上がりました。その後ミレニアムとは別行動をとり、アメイジングズノックに抱きかかえられ、ラクス救出のためアルテミス要塞へと向かいました。この時キラたちが要塞に侵入する時間を稼ぐためにアスランが本機に登場し、ブラックナイトスコード芝と互角以上の戦いを繰り広げます。ストライクフリーダムは設定上キラ専用機としてチューニングされた機体とされていますが、アスランはドラグーンを難なく操っているため、やはりアスランザラが最強だとわかります。ラクスを救出した後はキラが登場してメサイア要塞跡地へ向かいました。シバーとの戦いではライジングフリーダムの時とは異なり互角の戦いを繰り広げますが、オルフェの彼らも介入したことで徐々に追い詰められていきました。ジグラートのミサイルは対フェイズシフト走行用に特殊なコーティングがされているのか、背後からのミサイルでドラグインユニットが破壊される様子も見られます。装備は根こそぎ破壊されていき、ストライク登場時のような構えでレールガンを撃つ姿も見られました。そしてフェイズシフトダウンにより絶体絶命の危機に瀕しますが、アスランのズゴックの助けによりラクスが監督曰くノーブラのパイロットスーツを着て自ら運んできたプラウドディフェンダーとエンゲージ。マイティストライクフリーダムとして再び戦いを繰り広げました。かつてのストライクフリーダムの構えモーションで攻撃を仕掛けてくる彼らに対して、それまでの苦戦が嘘のように彼らを圧倒していきました。その後はそのまま地球の暁島へと降り立ちました。映画ではここで物語は終わりですが、小説版ではキラとラクスが戦闘中行方不明という扱いで表舞台から姿を消していて、ポストカードで暁島と思われる場所で静かに暮らしている姿が描かれていることから、マイティストライクフリーダムは暁島の地下ドック内で保管されていると思われます。余談ですが、プラウドディフェンダーは劇場版パンフレットの記述ではストライクフリーダム2式で使用するためキラが設計したと記述されていましたが、 HG マイティストライクフリーダムの説明書にはライジングフリーダムで使用する予定だったが開発が遅れたためストライクフリーダム2式用に調整されたと記載されています。この2つの設定は矛盾するように思えますが、この他にも劇場特典のパンフレットにはプラウドディフェンダーの金の翼が取り外せるようになっているイラストが存在するにもかかわらず、ドラグーンが搭載されていないという設定が明かされたので、パンフレット制作の後で一部の設定が変化したと考えられます。それを踏まえるとパンフレットの記述よりも HG 版ガンプラの説明を優先して解釈した方が良さそうです。そうすると最新の設定ではライジングフリーダムで使用する予定だったが開発が遅れたためストライクフリーダム2式用に調整されたという形になっていると考えることができそうです。ただシードフリーダムが大好評だったことからフリーダム強奪事件の映像化を匂わせる話が上映会の関係者インタビューで時々出ているので、開発経緯などの詳しいことは次の新作で明らかになるのかもしれません。4月の新宿ピカデリーにおけるトークショーでは近々動きがあるかもというお話があったので、新作の続報が出てくる日も近いのではないでしょうか。僕は自分の手で未来を選ぶ。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。